いやー、これはすごいな。これはすごい。これはすごい。こんなの見たことないですね。うわー、すごいな。うわー、すごいすごいすごい。いやー、すごい。これは面白いですね。なんだろうこれ、気持ち悪いのがあるな。うわ、すごいの来ました。ドドン。やっぱり象の中にもああいう孤独を好む象がいるんですね。いやー、すごいねこれ。特等席だな。いやー、すごい迫力。うわ、すごいな。すごい。さあ、本日はですね、ピンナラワという場所にある象の孤児院にやってきました。スリランカでもちょっと珍しい光景が見られる場所になります。コロンボをですね、6時半のバスに乗りまして、2時間と10分で着いた形ですね。この10時に象が普段いる場所から川へと移動します。これがハイライトですね。で、12時に川から戻るんですね。あ、なるほど。午後の2時と午後の4時に同じことが行われますね。じゃあこんな早く来なくてもよかったんだ。で、5時半にチケットカウンターが終わって6時に閉園となりますね。よし、それでは行きましょう。さあ、チケットカウンターがこちらですね。フォーリンアダルト、たっけな。フォーリンアダルト、ピンナラワエレファント、コンボチケット、ピンナラワエレファント、ピンナラワズー。さあ、こちらが地図で結構広いんですね。いろんなエリアに分かれて、象たちがいるんですね。で、餌やりとか、あとは象の体を洗ったりとかいろいろできるんですけど、ハイライトはですね、この施設からこのゲート A を通って外側の川に行くんですね。で、この時にこのゲート A の後に商店街みたいのを通るんですね。で、2、30頭の象が街中を歩くような光景が見られます。で、ペラヘラ祭りでも街中を歩くんですけれども、あのように着飾ったりはしていないので、本当に2、30頭の象がただ普通に街中を歩くみたいな不思議な光景が見られる場所なんですね。さあ、象さんなんですけども、10時にですね、このゲート A を通って、街に出てきます。そしてこの小道をですね、普通に歩いて反対側の川まで行くということなんですね。じゃあちょっといろいろ見てみましょう。こんにちは。紙糞の紙とかがね売られてるみたいですね。もう完全なお土産ロードですね。ここはね、ずらーっと。こんにちは。よいしょ。こんにちは。ハロー。なるほど。なるほどね。一応ですね、ここでちゃんとチケットチェックがあるんですね。で、チケットがないとこの先は入れないということですね。そうですよね。じゃないとハイライトがね普通に見れちゃうなと。見れるんですけどね、結局ここを通ってくるんで、もう十分ハイライトは見れてしまうんですけども、この後のですね、川での水浴びとかを見たい場合はちゃんとチケットがないといけないということですね。なんだろうこれ、気持ち悪いのがあるな。ヤシの実で作られた人面像ですね。気持ち悪い。さあ、奥からですね、これびっくり、奥から象さんが来ましたね。しかも結構いるんですよね。5頭ぐらいかな。5頭ぐらい来ましたね。いやー、すごい。本当に商店街の中を普通に歩いてますね。さあ、今こちらに来てくれます。うわー、すごいな。いや、すごいな。これは足に鎖をつけてないのですごい迫力ですね。うわー、でかい。怖い。すごいな。
いやーすごいですね。これは面白いな。まあ毎日の光景なんでしょうけど、すごいですよね。さあ今5、6頭だけでもすごい迫力でしたね。鎖がないので普通に歩いてるのがペラヘラ祭りと全く違うとこですね。あ、なんかまた来ましたね。おお、すごいすごい、早い早い。2頭なんですけども、2頭来ました。いやーすごいな。あ、今度は鎖がついてますね。あ、でも片足だけに巻きついてるだけだから決して歩きが制限されてるわけではないですね。さあ、いやーすごい。10時からね始まるということではあるんですけども、その前からこうやって何頭か移動するみたいですね。だからちょっとこうやって早くから待ってスタンバイしておくといいですね。いやーこれどこで待とうかな。面白いな。どこで待つか迷うところではあるんですが、1つ目のハイライトはこのやはり門を出るとこですよね。今1頭ずつ出てきてますが、これがやっぱりたくさん出てくるとすごい迫力だと思うんですよね。で公道を渡りまして、でもう一つがですね、もう一つが商店街を悠々と闊歩する姿ですよね。お土産物屋さんとかの前を象が普通に歩く姿っていうのがかっこいいわけですね。でこの2つがあるわけなんですけども、行きと帰りを見られるので、行きは門から出てくるところを待ち構えて、で帰りは商店街で待つっていうのがいいのかなと思います。お、今度は草をくわえた象さんが来ましたね。あーでかいですね。いやー今度のはでっかいな。いやー大きいな。さあ今9時56分、まもなく10時になります。警察官の数が増えてきましたんで、そろそろいっぱい出てくるのかなと思います。あ、来ました来ました。あ、来ましたね。さあいっぱいやってきました。すごい。さあすごい。いやーすごいな。いやーこれはすごいな。これはすごい。これはすごい。すごい、こんなの見たことないですね。いやーすごいな。いやーよいしょ。さあすごいですね。象さんたちがこの狭い道をですね、のしのしと、うわわ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 わ、すごい。いやすごいですね。これはすごいな。すごい。象がやっぱり鎖とかついてないので、本当に象がですね、象のスピードで歩いてるんですね。いやすごいな。これは帰りも楽しみですね。やっぱりやっぱりこの前で待つとかは、前で待って後ろ歩きとかも絶対不可能ですね。本当に早歩きでどうにかついていける感じですね。
で横に並ぶってのもやっぱり危なくて無理なんで、こうやって後ろからがベストですね。でこの後ろからはですね何も言われませんので、うわーすごいな、うわーすごいすごい、うわーすごいすごいすごい、うわーすごいすごい、いやーすごいすごい、よいしょ、いやーすごい、これは面白いな、これは面白いですね。123456789101112131415161718192021222223242525頭ぐらいいますね。で巨大な放水機ですね、放水機でぶわーっと象に水をかけていますね。いやーすごいな、いやー気持ちいいだろうな。完全に横になってますね。長い鼻があるから便利ですね。1頭だけはぐれてる象がいますね。やっぱり象の中にもああいう孤独を好む象がいるんですね。結構たくさんの人がね見学してますが、でもまあ最前列は確保できると思います。いやーすごいな。なんか一人下に行ってますね。中に入って象洗い体験をするみたいですね。これですね自分も勧められてどうしようかなと思ったんですけども、撮影は誰かしてくれるのかって言ったんですね。そしたらいやしてくれないよって言われまして、じゃあまあ一人だからいいやと思ったんですけど、今このスタッフさんがちゃんと撮影してくれてますね。だから頼めばやってくれるってことなんですね。はい、さあそして反対側にも象さんが5頭ぐらい来てますね。いやーこれ洗うのは重労働ですね。大変だな。もうこっちの象さんは完全に一人で半身浴スタイルですね。さあそれではですね象たちが戻るまであと小1時間ありますので、この象を見渡せる最高のロケーションにレストランがあるんですね。こちらでちょっと軽食を取りたいと思います。このパスタが1500円ぐらいですね。なかなかいい値段。オムレツが900円ぐらい、ハンバーガーで900円から1200円みたいな感じですね。でもな結構美味しそうではありますね。わすごいの来ました。ドドン、美味しそう。わあすごい、象がなんかこっちに向かって歩ってきてますね。ちゃんとみんな指示に従って動くんですね。おいしい。いやー本当に美味しかったな。ここは本当完全に当たりというかちゃんとしたレストランですね。象を見てですねのんびり食事ができる数少ない場所だと思いますので、ぜひ入ってみてください。さあそしてこのレストランなんですけども、さらにですね下のこの下の席に行っていいっていうことなんですね。はい、いやーすごいね、これ特等席だな。わー、はい、いやーこれはすごいな、特等席ですね。この場所でこうやって見れるのは本当にこのレストランの特権ですので、このレストランで食事するのが本当おすすめですね。普通はああやって
見るんですよ。で、私もあそこにいたんですけど、このレストランで食事するとこの距離で見れますね。いやー、すごい真下にいますよ。すごいな。さあ、今ゾウたちがですね、施設に入ろうとしています。いやー、20頭ぐらいいるんですけど、これだけのゾウが一気に動くっていうのは、いやー、壮観ですね。いやー、すごい迫力。すごい迫力だ。あ、こうやって後ろ歩きは OK みたいですね。まあこのスタッフの人たちよりもね、後ろ前にいればね大丈夫でしょう。いやー、すごい。すごい。普通の商店街を次々に大きなゾウさんたちが普通に歩いてきます。すごいな。いやー、すごい光景ですね。この商店街の中を、うわうわうわ、うわ、すごいな。すごい、すごいね、これは。いやー、すごい。商店街の中の通りをですね、数十頭のゾウたちが普通に歩いてますね。いやー、これは間違いなくここでしか見られない光景ですね。いやー、ゾウの動きがね結構速いんだな、これ。よいしょ。いや、よいしょ。ああ、よいしょ。さあ、園に戻っていきました。すごい光景でしたね。これは凄まじい光景でした。いやー、すごい。